こんにちは、ちぼです。今回はリュック一つで行く海外旅行のパッキングをご紹介します。今回の旅はゴールデンウィークにカザフスタンとキルギス、そしてトランジットで韓国も訪れようと思っています。私の旅のスタイルは女子一人旅、リュック一つ、身軽&チープです。そんな旅にぴったりなパッキングのコツや便利グッズをお届けします。この動画はこんな方におすすめです。また、紹介している商品は概要欄からお買い物をしていただくと一部が動画制作費用になります。気になる商品がありましたら、ぜひ概要欄からお願いします。今回はですね、実際に詰めながらやっていこうと思います。私が使っている今回持っていくリュックはこのコールマンのリュックです。だいたい容量は30リットルぐらいになります。こういうちょっと大きめのリュックってもう備え付けでここにザックカバーが入ってたりするものも多いと思うんですけど、こちらは付いてないので、私は別途でこうやってリュックカバーを持っていこうと思っています。表面にはこの側面のボトルを入れたりするようなケースと、トップ部分にはちっちゃいポケットがついています。そして表面にはここの部分に小物を入れられるようなポケットが全部で4つついています。この辺のポケットには細々した小物やすぐに取り出したいものを入れようと思っています。その中でも個人的に大事なのはこのエアタグと言います。これはアップル社の小型トラッカーで小物や物を探すのに便利なグッズになっています。カバンなどにつけておけば位置情報がわかるというものになるのですごく便利です。スリだったり置き引きの対策や荷物の紛失防止になるのでおすすめです。そして個人的に持っていくのが現地の言葉とかをメモして持っていくようにしています。これはですね、一番最初に私が海外一人旅でウズベキスタンに行った時にウズベク語っていうのをいろいろメモして持っていったら、現地の人とそれをきっかけにコミュニケーションを取ったりできてすごいいい思い出ができたので、今でも最低限の言語を覚えて現地の方とコミュニケーションを取るというのがこだわりの一つになっています。なのでこういったものを持っていきます。ポケットの中にこういうフックがついているので、ここにつけていきます。こういう感じでですね、ここにエアタグをつけることによってリュックの置き引きや紛失防止に役立てようと思います。あとはこういったエコバッグですね。お土産買ったりとかしてこういう袋があると便利な場面っていうのはたくさんあると思うので持っていきます。あとは先ほどのザックカバー、ノート、そして今回私キルギスは山岳地帯の方にも行くので一応北海道を持っていこうと思います。そしてこれは旅先で結構便利な、私がいつも使ったりとかするものですね。これちょっとマスクだったり薬です。私の Vlog を見ていただいている方はご存知かと思うんですけど、結構私旅先でお腹崩したりとかいろいろやってます。なのでお腹崩した時用の薬だったり絆創膏だったりいろいろ常備薬をセットしていってます。あとはですね、ちょっと汚い話なんですけど、結構戻しちゃったりすることとかも私の Vlog ではあるので、こういうちょっとエチケット袋なんかも入れるようにしていってます。あとはこういうほんとちっちゃいゴミ袋だったりクリップ、輪ゴムなどですね、なんかまとめたい時って意外とこういう輪ゴムとかがあったりすると便利だったりします。あとは安全ピンとかもね、現地の SIM 交換したい時、物理 SIM をピン忘れちゃって自分でやらなきゃいけないみたいな場面の時に安全ピンあると意外と便利です。何かをまとめたい時とかにもこういうちょっとした小物が意外と役立つっていう時があります。今この辺を入れました。街歩きリュックにはマリメッコのだいたい20リットルぐらいの大きさです。結構コンパクトなサイズになってます。リュックにはこういう反射ベルトをつけて夜間の街歩きにも対策をとっています。あとまだつけてませんが、ファスナーの部分には南京錠をつけたりしてすり対策もしています。カラビナをつけておくと結構便利です。リュックの上のポケットにもちょっと小物を入れていきたいんですけど、こういうウェットティッシュだったり汗拭きシートだったりこういったものを入れていこうと思います。結構海外旅行行く時にウェットシートって持っていくといいと思います。東南アジアとか行く時だったらホーカーとか屋台でご飯食べる時とかなんかにもテーブル拭いたり手拭いたりとかにも役立ちますし、何かとウェットティッシュって結構使うこと多いかなと思います。海外の場合は特に日本ほど衛生状態がこうお店だったりいろんなところいいってわけではないので、日本人の方の感覚からするとウェットティッシュ持っていくのすごくいいと思います。ではどんどんこちらの本体の中の方にも荷物を入れていこうと思うんですけど、この荷物を入れる時のパッキングのコツもお話ししたいんですけど、軽いものから入れて重いものは上に入れるっていうのがパッキングのコツとしてまず基本あります。これなかなかピンとこない人もいると思うんですけど、重いものを下にしてしまうと重心が下がりますので、リュックを背負った時に重く感じるんですね。でも軽いものを入れてあげて重いものを上にすることによって重心が上に上がるので、同じ重さのリュックでも背負った時の感覚、重さの感じ方が全然変わります。なのでこれは一度騙されたと思って試してみてください。私は一番最初に下に入れるものっていうのはいつも着替えを入れていってます。私のこだわりとしてはその日に着る1日
日分のアイテムをまとめてジップロックに収納するっていう風にしてます。 T シャツだったら T シャツにまとめてとかケースとかに入れるのではなく、明日着る服はこれっていう風に1日分をまとめてパッキングしてます。でそれを日数分っていう形で入れてて、だいたい私は2セットか1セットぐらいしか着替えは持ってかないので、ジップロック2個が着替えっていう風にしています。このようにパッキングすると明日の分はこれって感じで物を取る手間が減ります。で今回の服装のポイントとしては、カザフスタンとキルギスのゴールデンウィークに行くんですけど、だいたい日本と気候や気温は同じになります。ただ朝晩はとても冷え込みますし、今回私はキルギスの山岳地帯の方に行くので、防寒対策の服も持っていこうと思っています。今回はアルティン・アラシャンというところの山岳地帯をちょっと5時間ほどトレッキングして山奥の温泉に行こうと思っているので、こういうもう真冬用のインナーを持ってこうかなって思ってます。アルティン・アラシャンの夜は普通に冬だと思うので、こういう真冬用のアウトドアの山用のインナーを持っていこうと思っています。あとはウルトラライトダウンなども持っていくので、そういった感じで体温調整をしていこうと思っています。あとはこういうストールなんですけど、この薄手のストールを持っていくようにしています。これは首に巻いたり上から羽織ったり、あとはね、寒い時腹巻き代わりにもなるんですよ。マフラーとかストールとかの厚手になっちゃうと、ちょっとお腹にね巻いて寝たりとかするのとかちょっとゴワゴワしちゃうと思うんですけど、結構私はその旅先でちょっと体調崩しちゃってとか、夜寝る時寒いなっていう時はこれをですね、もう腹巻き代わりにしてお腹に巻くと結構あったかいんですよ。これで安眠できたりとかするので、そういった意味でもいろいろ使い勝手がいいかなって。使わない時はこうやって薄いし軽いので、このストールを持っていってます。では入れていこうと思います。このストールはちょっとちっちゃいので、このマイポケットの方に入れておこうと思います。リュックの一番下にはこの服の着替えを入れていきます。もう押し込みます。薄くてすぐに乾くような速乾タオルも入れておきます。だいたいホテルではタオルはついてくると思うんですけど、念のため持っていくようにしています。あとはトイレットペーパーで芯を抜いてビシッと横に潰して細くしてます。でこれ私の視聴者さんから教えていただいたんですけど、持ち運ぶ時にこのままね、街歩きバッグとかに入れるとかさばるじゃないですか。なんで使い切りのサイズを丸めてジップロック入れて、これで持ってってますって言ってたんで、すごい賢いと思って、前回のインドスリランカ旅行はそれを真似させていただきました。海外旅行トイレットペーパー結構大事ですからね。トイレットペーパーのないトイレ普通にあります。続いては毎日使うお風呂やスキンケア類なんですけど、そういうのも全部私はこうやってジップロックに入れていくようにしています。これは100均で買ったジップロックなんですけど、これはね、無印良品の旅行用の容器になるんですけど、なるべく量を少なくしてってます。で、私はあえて子供用の歯ブラシを持っていて入るサイズを探しました。スキンケアとあとは化粧品も最小限に入れるようにしています。まつげエクステとかやってない人って結構ビューラー持ってくのだいぶ幅取ると思うんですけど、私はこの100均で買ったこういうコンパクトな旅行用というか、カチャってここを外してもらってまつげを押し上げるビューラー、これを持っていこうと思っています。フェイスマスク、スキンケア、化粧品、お風呂セットはもう4つ収まるように持っていってます。あとは充電器ですね。私は変換プラが無印良品さんの使っています。このね、ちっちゃいこんなコンパクトなんですけど、8種類に対応しているっていうすごい便利なものになってます。とかですね、こういうコード類を何個か持っていくようにしています。ちなみにここにあったはリュックにつける南京錠はこんな感じです。こういったものを1個にまとめて持っていくようにしています。日焼け止めですね、上の頭のポケットに入れていこうかと思います。現地着いた時にすぐね、使うタイミングがあるかもしれないけど、なんか帽子とかウルトラライトダウンなんかは、ちょっと上の方に入れていこうかなと思います。機内持ち込み用のリュックに持っていくのはだいたいこんな感じです。いつもですね、リュックの半分とか3分の2いかないぐらいの容量になるように持ってってます。現地で買い物した時とかにも入れられるようなスペースっていうのをちゃんと残すように意識して、超ミニマリストってほどではないですけど、必要最低限のものっていうのを意識して、パッキングしています。続いてはですね、機内にいる時に手元に持っとく用の荷物っていうのはこういうサコッシュなどを使うようにしています。でサコッシュには機内で使うこれピローケースだったり、ハンカチとかティッシュみたいな使うかなっていうものを入れてます。あとは足穴コーク使うんですけど、モバイルバッテリーの持ち込みのルールがあって、受託荷物はダメで機内持ち込みじゃないとダメっていうのはどこの航空会社さんも同じルールだとは思うんですけど、韓国の航空会社はそれプラス頭
頭の上の荷物棚にも入れちゃダメで、基本的にはもう直接持つか座席前のポケットに入れておくっていうルールになっています。結構モバイルバッテリーの持ち込みに対してのルールは結構厳しくなってます。その他にもモバイルバッテリーの管理の仕方だったり、いろいろねルールが細かくあるんですよ。今回はちょっと抜粋した情報を載せますので、ルールもですねその時その時で微妙に変わったりするかもしれないので、各自ちょっと調べてみてください。ということで、私はこうやって1個ずつ分けています。で、今回なんでこんなにいっぱい持っていくかというと、カザフスタンのキルギスは都市間を長距離バスだったり、あとは国ですね、カザフスタンとキルギスも充電器とかがさせないようなバスで長距離の移動をしたりするので、モバイルバッテリーはいっぱい持っていこうと思ってます。で、アルティアラシャンっていうその山奥の宿とかだと、口コミを見ると充電ができなかったって言ってる人もいらっしゃったんですね。そういったことも含めて今回ちょっと多めにこの3つを持っていこうと思っています。で、これも頭上の荷物棚には入れられないので、先ほどの大きい機内持ち込み用のリュックではなく、こっちにね入れて前のポケットに実際入れておこうと思います。あとはこの私が必ず飛行機に乗るときはこのセットっていうのを作るようにしてるんですけど、耳栓だったりアイマスクと、機内ってすごく乾燥するので、シンガポールの旅行行った時にその飛行機にいた時間だけで肌すごくガサガサになっちゃったっていうこともあったので、こういうスキンケアっていうのは持っていくようにしています。数時間に一遍とかでですね、定期的にちょっと保湿をしたりっていう風にして、こういうのを持っていくようにしています。最後に貴重品の管理については、私はこのセキュリティポーチというのを使っています。これはお腹に巻きつける貴重品入れですね。ここに、パスポートやカードなんかを入れるようにしていってます。こういった形ですね。これはスキミング素材を使っているので、機械でね、こう遠隔でカード情報を盗むようなものも、跳ねのける素材になっています。で、中にはカードポケットっていうのがこうやっていっぱいついてますので、クレジットカードだったり、旅先の交通系 IC カードとかもここでまとめて入れてます。ここにはカラビナがついてるので結構便利です。薄型なんだけど丈夫な素材なので、すぐにへたっちゃうということもないです。後ろには名刺のポケットがついてるので、なんか入場券だったりチケットとかレシートを入れるとかもできます。こんな感じで自分の中ではセキュリティ面は対策をとっています。以上が私のリュック一つで行く海外旅行パッキングの紹介でした。今回私が紹介したもの以外にもですね、これ便利だったよなんてものがあったらぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。この動画が少しでも参考になりましたら、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。旅の情報や皆さんともっとつながれるメンバーシップ LCC も発足中です。ぜひメンバー募集してますので、よろしければチェックお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。